原神心理学放浪者編。こんにちは、コバトーンです。リクエストを大量にいただいていた放浪者スカラマシュの性格分析をやっていきます。人気キャラなことはもちろんですが、性格的にもかなり特殊な状態にあるので分析のしがいがありました。早速いってみましょう。ネタバレ注意。まず放浪者の話はめちゃくちゃ時系列が複雑なのでネタ元を紹介します。元のコンテンツをプレイしていない人は要注意。モンドの期間限定イベント帰らぬ構成、魔人任務第2章第3幕千住百目の浮世、魔人任務第3章第5幕虚空の鼓動市場の豪華、魔人任務鑑賞第3幕伽藍に落ちて楓原和葉の伝説任務、船舶で個人を知る者なし、稲妻期間限定イベント効果姿の彩り祭、公式動画エピソード放浪者怪人、公式キャラクター実践紹介今昔孤独、公式ストーリームービー真意、生物ストーリー可感無声形骸機、スメール期間限定イベント聖典とエゴー。他にも細々とした資料や言及がありますが、基本的に大きく登場する場面は上記を押さえておけばいいでしょう。概要欄に URL があるものは載せておくのでご参照ください。また期間限定イベントは現在プレイできないため、開催後に原神を始めた人は過去動画を見るのもいいでしょう。そちらも載せておきます。放浪者のこれまで。放浪者の性格を分析する前に、そもそも話が長くて覚えてないって人も多いと思うので、放浪者の人生を振り返っておきましょう。まず彼はライデン A によって心の容器として製造された人形です。後に作られるライデン将軍のプロトタイプみたいなものですね。本当に試作品だったらしく、見た目や形状がライデン将軍と異なる点はそれが理由みたいです。しかし器物としても人間としてもあまりに脆いと判断されたため、秘境である借景の館に封印安置されます。長い時が経って借景の館を桂木という男が訪れ、彼の封印が解けました。当然こんなところに封印されたまま生きている存在は人間ではありません。しかし桂木や桂木の仲間である庭という人物は彼を受け入れ、友人のような関係を築いていきます。なお封印されていた時に身につけていた飾り羽がライデン将軍との関係を示す物品であったため、不用意に身分を明かさないようにと仲間たちが助言をして、彼もそのようにしていました。ちなみに先ほどから彼と言っていますが、ここでは彼には名前がありません。あったのかもしれませんが一切不明です。ですがここから彼は歌舞伎者と呼ばれるようになります。おそらく人ならざる存在であることと高貴な身なりから付けられたあだ名なんでしょうね。歌舞伎者は庭と仲良くしており、彼から鍛造の技を教えてもらったりもしていました。特別な存在である歌舞伎者に対する意識は人それぞれだったようですが、とにかく庭は一人の人間として歌舞伎者と関わろうとしてくれていたんですね。なおこの庭は楓原和葉の先祖にあたります。髪にメッシュが入っているところや柔和な雰囲気が共通していますよね。当時の稲妻では自然発生する消化骨髄を消費するためにタタラスナでの鍛造を行う様式になっていました。そしてそこにフォンテーヌから来た技師エッシャーが参加していたんです。しかしこのエッシャーの正体はドットーレ。ファトゥス第1位の道家から指令を受けて稲妻に潜入していた博士だったんです。ドットーレは潜入中に面白い実験素材を発見しました。それが歌舞伎者。おそらく雷神によって製造されたであろう人ならざる器物にドットーレは興味を強く惹かれます。そこで道家からの依頼をこなしつつ、ドットーレ自身の知識欲を満たす行為に出るのです。それがタタラスナでの事故です。ドットーレは義士の顔を利用して汚れがあふれるように事故を演出し、そしてその解決方法を提示しました。その解決方法とは、誰かが危険な炉心へ向かい、ある装置を使って汚れを吸収し事態を収集すること。そしてドットーレの計画が始まります。正義感の強い庭は自分が炉心へ向かうと覚悟を決めていました。そして同時にエッシャーという男の言動が不審であることにも気づいていたんです。だから炉心へ向かう前にエッシャーへ直接疑問をぶつけました。しかしそこで正体を表したドットーレによって庭は殺害され、庭の心臓はある装置に組み込まれてしまいます。次にドットーレは何も知らない歌舞伎者へ声をかけます。みんなお前を犠牲にしようとしている。お前がこの装置を持って炉心へ向かえと。炉心へ向かった歌舞伎者には凄まじい負荷がかかりましたが、装置のおかげもあり汚れを吸収しきることに成功しました。そしてボロボロになりながらもエッシャーに尋ねます。この装置が自分を守ってくれたようだ。中身は何だと。エッシャーは答えます。庭様は罪を恐れて出奔されましたが、あなたへ贈り物を残されました。罪なき従者から奪ったあなたにとって念願なものであるとのことでした。歌舞伎者は装置の中身を確認すると、そこには汚れによって干からびた心臓がありました。怒りと悲しみがこみ上げた歌舞伎者は心臓を地面に叩きつけタタラスナを去ったのです。
時は少し経ち、歌舞伎者は少年と共に暮らしていました。一緒にいようと約束するような関係になれましたが、彼は病弱であまり長くは生きられませんでした。ある日歌舞伎者が家に帰ると、少年は亡くなっており、悲しみに包まれた歌舞伎者は再びその地を去ります。こうして歌舞伎者は三度の裏切りを体験しました。雷電将軍による裏切り、庭による裏切り、少年による裏切りです。そして徐々に怒りや悲しみが大きくなっていったんですね。ある時、彼は雷電五花殿を襲撃します。次々と流派は潰されていきましたが、一神殿の職人を襲撃した際、彼の顔を見て手を止めました。彼の顔には庭の面影があったのです。歌舞伎者の心情ははっきりと描写されませんでしたが、思うところがあったのか、彼は庭の子孫を見逃しました。そしてそこで雷電永への伝言を残し、国崩しを名乗ります。詳しい時期は不明ですが、この辺りから徐々にファデュイとして活動していたのだと思われます。そしてさらに時は過ぎ、僕たちの知る本編中での活躍です。最初はモンドのイベントに登場しました。この時にはファデュイ執行官残氷になっており、かなり性格も不遜なものになっています。パワハラ上司っぷりがすごくて、デッドエージェントたちがかわいそうでしたよね。そこからしばらく登場はなく、次に登場したのが稲妻です。幕府軍と抵抗軍が戦う中、抵抗軍にパワーアップする謎のアイテムを提供する存在として登場しました。しかしアイテムの正体は邪眼だったため、普通の人間は寿命を削られてしまいます。ここで抵抗軍で主人公と仲良しになっていた鉄平が死んでしまうことになり、怒りに駆られた主人公が邪眼工場へ向かうことで残氷と出会います。ここでの会話もかなり邪悪な側面を見せており、鉄平のこともあったのでかなりヘイトを稼ぐ動きでしたよね。最終的に主人公は残氷の罠にかかってしまい気を失いますが、そこへ八重巫女が助けに来て雷の神の心を残氷に渡します。本来自分に収納されるはずだった神の心が帰ってきたと考えると感慨深いですが、彼が神の心を収納するには脆すぎる点は変わりません。そこでスメールで送信計画をしていたドットーレと手を組み、自身が神のコアとなることで神の心を扱えるようになろうとしました。結果は本編でご存知の通り、ナヒーダと主人公の活躍により正規の神は討伐され、残氷は神の力を失います。神の心はナヒーダとドットーレの交渉材料として使われ、最終的に博士が持つ知識と交換という形でドットーレの手元に渡ってしまいました。その後、残氷はナヒーダによって保護されており、彼女の手足としていろいろな手伝いをしていたようですね。そんなある日、スメールで出会った旅人と共に世界樹の秘密を探る任務に向かいます。主人公の兄弟に関する情報を探るスカラマシュでしたが、どうやら情報は見当たりませんでした。しかし世界樹に残された情報からスカラマシュ自身に関する話が見つかります。それはタタラスナの事故における真実です。神の心との交換交渉で手に入れた博士の記憶を見ることで、ドットーレ視点でタタラスナの真実を知ることができました。この瞬間までスカラマシュは庭に裏切られたと思い込んでいましたが、実は庭は歌舞伎者を大切に思っており、最後の瞬間まで仲間だと思っていたんです。さらに自分を守ってくれた装置に入っていた心臓が庭のものであったこともわかります。これは本当にやるせないですよね。そしてそれらを全て仕組んだのがドットーレであったことも明らかになりました。全てが分かった上で振り返ってみると、残氷はひたすらドットーレの手のひらの上で踊らされていたことになります。ドットーレはタタラスナへの介入を手始めに稲妻での動乱を仕掛けたわけですが、邪眼工場もその動きの中の1ピースに過ぎません。そして雷の神の心を回収させ、スメールで実験している自分のところまで持ってこさせて、さらに実験体として残氷を利用する。完全にドットーレに操られていたと言っていいでしょう。残氷はドットーレへの怒りに燃えますが、同時に自分が存在しなければよかったとも考えました。そこで自身に残されたわずかな神の力で世界樹へアクセスして、世界から自分を消去する行動に出ます。この行動は一旦成功し、旅人を除く全ての人から残氷に関する記憶が消えます。同時に過去にあった残氷の行動は別の人間が行ったことに変化していました。アメノマ流のところに話を聞きに行くと、雷電五花殿の襲撃が別の人間によるものと歴史が変わっていましたよね。ただこの世界改変で残氷の存在そのものを消去することはできませんでした。彼は記憶をなくしたまま世界を放浪する放浪者となっていたんです。雷電エイに不要とされたこと以外、記憶のない放浪者は旅の途中で世話になったスメールの商人の手伝いをしていました。そこで旅人とばったり出会います。記憶のない放浪者は非常に純朴な性格になっており、おそらく歌舞伎者として生きていた頃の状態に近いんでしょう。これまでの辛辣な口の利き方ではなく、非常に優しい口調に変化していました。
彼は自分にぽっかりと開いた穴を自覚しており、それを埋めるためにナヒーダが保管しておいた自身の過去を受け入れると決めました。記憶を再び手に入れた放浪者は口調も元のきつい雰囲気に戻ります。全ては元通りのような感じでしたが、そうでもありません。世界から残氷に関する記憶は消えました。しかし彼自身にその記憶は残っています。自分の犯した罪が消えないこと、そしてその贖罪のために生きていく覚悟も決めました。何よりドットーレとは違い、全てを明かして尊重してくれた上で仲間に迎え入れてくれたナヒーダや旅人に感謝をして彼らのために助力することを誓ったんです。その後はナヒーダの監督のもと、教令院にも所属して学術研究の傍らナヒーダの手伝いをして過ごしています。生徒からも人気みたいですね。聖典とエゴではカサッチとして参加していて、スメールに馴染んでいる様子が見て取れます。今ではその特殊な生い立ちから神に近い能力を持っていること、非常に高い戦闘能力、世界中にアクセスもできる演算能力、そして世界の記憶から消えた存在と暗躍させるには最適な能力を持つ存在となりました。これからもナヒーダとのペアで主人公サイドを支えてくれる心強い味方として活躍してくれるのが楽しみですね。人の性格は変わるのか。ストーリーからわかる通り、放浪者は3回も性格が変わっています。名もなき人形だった頃の性格、ファデュイ執行官残氷スカラマシュとしての性格、記憶をなくした放浪者としての性格、そして記憶を取り戻してからの性格です。おそらく記憶をなくしている放浪者の性格と名もなき人形だった頃の性格は同じなので、そこを同一視すると実際には3つの性格ということになります。さて、ここで気になるのが人間の性格は変化するのかという点です。これに関しては心理学の世界でも様々な実験がされており、まだ結論が出ていないところではあります。ただ、大まかな研究の方向性を言語化すると次のようになるでしょう。人の性格の半分程度は遺伝子によって決まっている。生まれた後の経験によって変動しやすい部分としにくい部分がある。この2つです。具体的には、調和性と誠実性は加齢とともに上昇する可能性が高い。外交性と開放性は年齢によってあまり変化しない。神経症傾向は加齢とともにだんだん低下することが多い。といった感じ。要するに性格は遺伝子によって半分くらいが決定されており、そこを基準に人生経験や人間関係などから影響を受けて最終的な性格が形作られていくということです。ただ、これを人間ではないスカラマ種に当てはめて良いのかは甚だ疑問ですよね。とはいえ、作劇の都合から考えるとこの傾向が当てはまるものだと考えます。なぜかというと、私たちは性格が変わるかどうかの理屈は知らなくても、突然性格は表変することはないと経験上知っています。そのためキャラクターの性格が突然変わってしまうと違和感を覚えるんです。ある程度現実に即した範囲内での変化にしないと気持ち悪くなってしまうんですよね。なので放浪者の性格変化もある程度現実の人間を基準に考えて良いような気がします。ちなみに人格が入れ替わる系のキャラクターの設定でも、実はそこまで大幅に性格が入れ替わっているわけでもありません。ある程度元の人格の特性を引き継いだままサディストの面だけ強調されていたり、マキャベリアニズムが強くなっていたりするようなケースがほとんどです。こういった変動もあまり大きく変えてしまうと、私たちが同じキャラクターだと認知できなくなってしまうことが原因で幅が決まっていると考えていいでしょう。歌舞伎者スカラマ種放浪者のビッグ5。さて、では実際に性格を見ていきましょう。ここでは最初に稲妻で発見された純粋無垢な性格をした状態を歌舞伎者、ファデュイ執行官として活躍してジャガン工場などを経営していた状態をスカラマ種、そして最終的に転生して仲間になった状態を放浪者と呼びます。なお、ビッグ5についての基本はこちらの動画で説明しているので、まずはこちらで基礎を押さえていただくと理解がスムーズかと思います。よければどうぞ。では3人分比較しながら見ていきましょう。はい、こんな感じです。ざっくり言うと、歌舞伎者の性格とスカラマ種の性格が両極端になっていて、ちょうど中間が放浪者って感じになっています。で、面白いのが性格特性によって変動している部分とそうでない部分がはっきり分かれたところ。まずは変動していないところから見ていきましょうかね。開放性に関してはそこまで変動していません。比較的新しい知識を積極的に取り込む姿勢がありますから高めと言えるでしょう。開放性は低いとルールに従って生きようとする性質が強くなり、高いとそういったしがらみを抜け出して新しい知識や体験を求める性質が強くなります。歌舞伎者としては稲妻の鍛造技術を積極的に学ぼうとしていたり、周囲の人間に対して興味を持っていて、なおかつ人間らしくあろうと感受性を高めようとした結果、結構高めな感じ。スカラマ種としては邪眼作成などのアウトローなことに手を出す部分があり、開放性が高いと言えますね。またドットーレの実験に参加していた点なども開放性が高めであると言えます。
歌舞伎者からスカラマシュになるにあたって他人への感受性などは少し下がったのですが、自分を変えたい欲求が強く出たことで結果的に同じぐらいのバランスで落ち着いた感じです。放浪者としてはその中間って感じですね。スカラマシュとして持っていた違う自分になりたい欲求を満たしてもう一度他人と向き合うことになった結果、ほぼ歌舞伎者と同じ状態に戻ったようなニュアンスです。誠実性も変動が少ない要素ですね。歌舞伎者としては庭や葛城たちとまっすぐ向き合おうとする姿勢があるので高め。スカラマシュとしては辛い実験にも耐え抜くため高め。放浪者としては世界中へのアクセスをきちんと計画してやりきる能力があるので高め。開放性と誠実性が高いことから時期によらず彼は知的探求心が強く、辛抱強くコツコツ約束を守りながら生きられる性格だということがわかります。根はずっと真面目なんですよね。次に変動が小さいのが外交性。実はこれもそこまで変動しているわけでもありません。基本的に彼は内向的です。あまり他人と積極的に関わることはせず、基本的に自分の内側で考え事を好むタイプ。ただ外交性の内訳には他人への支配性と注意獲得という項目があります。この2つが結構変動しているんですね。他人への支配性は人の上に立つことが多いといった性質なので、スカラマシュ時代はファデュイ執行官としてかなり上の地位にいましたし、放浪者となってからは学院でそれなりに高い地位にいます。そのため支配性が歌舞伎者時代よりもやや高い結果となります。注意獲得は注目されたい性質です。その言葉だけだと目立ちたがり屋っぽいニュアンスがあると思うので低そうな気がしてしまいますが、彼はずっと僕を見ろ、僕を見てほしい、価値を認めてほしいといった根源的な願望を持っています。そういった意味でこの要素は非常に高いです。歌舞伎者時代は自分が何者かわからない、人間に混ざって暮らしたいといった願望からやや高めとなっており、スカラマシュ時代は自分を見捨てたライデン将軍や世界へ自分を認めさせる願望がありました。彼のキャラクター性をなす根幹性質の一つと言えますね。ところが放浪者となってからは旅人やナヒーダに認めてもらいました。そして学院の学生からも人気なようです。居場所を見つけられた彼は今この要求が小さくなっているといった変化がありますね。こう考えてみると非常にエモい変化のある性格特性と言えるでしょう。同じ要因で変化しているのが神経症傾向です。メンタルの過敏さを表す指標なので、よくイラついている彼は比較的高めと言えます。歌舞伎者時代は自身の存在の不安定さゆえにメンタルが揺さぶられやすく、スカラマシュ時代は自身の欲求が果たされないことでメンタルが不安定でした。シニョーラに煽られた際もすぐにイライラしていましたよね。正直歌舞伎者時代はさほど描写がないのですが、メンタルが仮にアルハイゼン並みに強かったらドットーレのささやきに惑わされたりもしなかった気がします。そのあたりの予想を含めてこの点数にしています。でも大きくずれてはいないはず。しかし放浪者になった後はメンタルが安定してきています。これはやはりナヒーダや旅人に認めてもらったり、学院に居場所ができたことが大きいでしょう。やっぱり人間関係は人生において大きな要素になり得るんですね。そして最も変化が大きいのが調和性です。これは説明するまでもなくわかると思いますが、歌舞伎者時代は穏やかで柔和な人格をしています。同じ人格である記憶喪失状態の放浪者でも人助けをしていますから、かなり調和性が高いと感じられる性格をしていますよね。ところがスカラマシュ時代は残虐非道、邪眼の剣をはじめとしてかなりひどいこともやっています。もはや真逆の性質に反転してしまったと言っていいでしょう。そして最終的に放浪者となり、かなり親切な部分を取り戻しています。根本となる部分は歌舞伎者に近いのですが、世界のことと自分の罪を知った彼は主人公やナヒーダのために自分が彼らにできない悪の部分を背負おうといったダークヒーロー的な立ち回りを選んでいるため、ほんの少し放浪者よりも低めの評価となっています。歌舞伎者、スカラマシュ、放浪者のダークトライアド。続いて揃っていると危険な人格特性であるダークトライアドも見ていきましょう。ダークトライアドについてはこちらの動画で感覚的に捉えられるよう説明しているので、よかったら見てみてください。3人分並べるとこんな感じになりました。これは大雑把に言えば歌舞伎者時代はとても数値が低くいい人であると言えます。そしてスカラマシュ時代はダークトライアドがどれも高く危険な人物であったと言えるでしょう。そして最終的に放浪者となった時にはだいたいその中間である日本人平均程度に収まっています。これも一つずつ見ていきましょう。まずサイコパシー、他人への共感能力の低さを示す指標です。これに関しては彼特有の事情がかなり大きく絡んでいますね。というのも彼は人形として作られた経緯があるため、人間の心を手に入れたいと願う気持ちがありました。本人としては自分に心がないと思っているため、相手の気持ちがわからないと思い込んでいるのですが、実際には結構人間に共感していますし、感情豊かです。
例えば世界中の問題解決に向かう際も嫌味っぽく発言していますが、基本的にパイモンや旅人の気持ちをおもんばかってフォローするような発言をしています。他にもシニョーラとの煽り合いも相手がイラつくことを感覚的に分かっているから煽りができているんです。また感情面が動きやすいからこそ煽り返されるとイライラしてしまいます。結構感情があるというか、かなりエモーショナルなタイプですらありますよね。そんな彼ですが、歌舞伎者時代は自我が薄く、基本的に他人に合わせているためサイコパシーが低く見えます。なので一応低めで採点しました。一方スカラマッシュ時代はジャガン事件などかなり他人にひどいことをしています。相手の気持ちを無視しているため行動としてはサイコパス性が高いと言えます。また最終的な放浪者としては、先ほども説明したダークヒーロー的立ち回りのためにちょっと悪いことをやってみせるような感じでいますよね。そのため少し高めで採点しています。なので本当は共感性がかなり高いんです。しかし自分の立場やあり方によってサイコパス性が高いようなポーズをとって見せている感じですね。次にマキャベリアニズム、目的のためなら手段を選ばない性質です。これも歌舞伎者時代はそもそも判断材料がないというか、歌舞伎者自身が空っぽなのでまだ目的が定まっていない感じです。だから低めになっているようなニュアンス。言ってみれば子供みたいなものなんですよね。幼いうちって目的がそもそもあやふやだったりするので判断が難しいって感じです。スカラマッシュ時代まで進むと明らかにマキャベリアニズムが強くなっていますよね。数々の非道な行いは手段を選んでいるとは思えませんし、自分自身を実験に投じてしまうところも手段を選んでいません。文句なしで高いです。そして最終的に放浪者になると落ち着いていますよね。手段はナヒーダや旅人が納得してくれるようなものに控えるよう心がけています。ただちょっとダークヒーロームーブをかますので若干高めってところ。基本的には低いと思っていいでしょう。最後にナルシシズム。自分大好きな性質のことですが、この指標に関しては度合いよりも方向性の方が重要です。良いナルシストと悪いナルシストがいるってことなんですね。良いナルシストは自己評価が客観的であり、ある程度固定されています。その上で自分を高めるために努力します。一方悪いナルシストは相手に合わせて都合よく自分の評価を変動させます。マウントが取れるような評価軸を持ち出したり、自分の評価を差し替えたりして都合よく自分を変化します。この観点で見てみると、確かに歌舞伎者時代からスカラマッシュ時代でナルシシズムが大きく変化しているんですが、彼のナルシシズムは悪いものではないように思えますね。というのも、悪いナルシストはドットーレのように自己の評価をすり替えてもそれを嘘をついていると認識することはなく、ガチで信じています。一方スカラマッシュは自身を神に近い存在として定義して神になろうとしました。その裏には自分が神ではなく神の試作品で、しかも捨てられた存在だという認識がしっかりあるがゆえの願望です。悪いナルシストであれば本当に自分は神であると信じられたんでしょうが、スカラマッシュはちゃんと自己認識していたがゆえに苦しみもがいていたと言えます。なので自分は神でありたいという意識がナルシシズムとしては高く評価できるのですが、内容の質としては悪いナルシストではないといった具合です。放浪者となってからも自分の特異性を自認しているがゆえのナルシシズムというだけで、彼のナルシシズム及び自己認識は非常に冷静と言えるでしょう。愛着スタイル。さて彼の性格をこうして見てみると、基本的な性質は変化していないのに、周囲の環境などによって他人との接し方に差が生じていることがわかります。心理学の性格分類にはこの他人との接し方でタイプを分類する愛着スタイルというものがあるんですね。良い題材だと思うので愛着スタイルを紹介します。愛着スタイルには3つのタイプがあり、それぞれ安定型、回避型、不安型と言います。ここにさらに回避と不安を両方備えたパターンを含めて4つで分類することが多いですね。安定型とは他人も自分も信頼した上でコミュニケーションが取れるタイプ。他人と程よい距離感を保ちながら接することができます。アンバーやジンさんなどパッと見で付き合いやすそうだなと感じる人は大体このタイプです。不安型とは自分に自信がなく、つい相手に嫌われちゃうと思いがちなタイプ。熱しやすく冷めやすい関係性を築く傾向があると言われています。コレイやカーベ、最近だとヌビレットなんかが該当しますね。回避型とは他人は頼りにならないと思っているタイプ。なので距離を置いたコミュニケーションを取ろうとします。親密になるのを嫌うので、相手からは冷たい人だと思われがち。ライデン将軍や行幸、シニョーラあたりが該当しますね。なんか近寄りがたい雰囲気を出している人は割とこのタイプ。ちなみに完全にどれかに当てはまるというわけではなく、時と場合によって変化したりもします。例えば行幸は普段回避型ですが、北斗船長と絡んでいる時や関羽、旅人などの信頼している人と接する時は安定型の傾向が強く出ます。こんな感じで結構時と場合によって変化するんですね。
ただ基本スタンスというか平常時のポジションみたいなものってありますよね。それがタイプだと思ってください。愛着スタイル、特に不安型かどうかは他人から見た印象でほぼ正確に判定できるとされているので、もし知りたい人は周りの人に聞いてみるのも手でしょう。なおスカラマ種は不安、回避の両方を備えたタイプです。人間ではない自分、捨てられた自分、悪に染まった自分を認識しているので、基本的に相手は自分を嫌ってくるだろうと考えていますよね。もろに不安型の傾向です。さらに野望を達成するために他人は当てにしていません。大切な人間に裏切られ続けたことで、基本的に他人は自分を裏切るという指針で物事を考えます。ある意味、彼の性格変化は愛着スタイルの変化とも言えるんです。最初は安定型です。歌舞伎者時代は庭や葛城たちを信用して接していました。自分が何者かわからない点によって多少不安型の嫌いはありましたが、それほど強い傾向ではないでしょう。基本的に安定型です。その後、大きな事件や裏切りを経験してスカラマ種になると不安と回避の傾向が強くなります。仲間や部下は信用していませんし、自分のことも嫌いです。当然他人も自分を嫌いになるだろうと考えているので、基本的に人当たりが非常に悪いですよね。多分この頃のスカラマ種にあなたが出会ったら、ちょっとヤバそうな人だな、ちょっとめんどくさそうだなって雰囲気でなんとなくわかると思います。結構他人からの視点で評価できるんですよ。で、最終的に放浪者になるわけですが、彼はだいぶ安定型に戻っています。自分の高い能力を信じることができていますし、誠実に接してくれるナヒーダや旅人という相手も得ました。彼の心をがんじがらめにしていた過去のしがらみも歴史の上からは一旦消去されて、少しだけ気持ちが軽くなっているような印象を受けます。自分の過去と罪はしっかりと理解しているため、多少不安型の傾向はありますが、回避型の傾向はかなり下がりましたよね。実際教練員の後輩たちからは慕われるようになっているみたいですしね。ビッグ5ダークトライアドの性質と合わせて見てみると、彼の変化がより立体的に分かって面白いポイントだと思います。ツンデレ感について、もう一つ性格を掘り下げる上で興味深い点を共有しておきます。それはツンデレ感。放浪者のように本心は優しいのに表面上冷たく態度を表明する人っていますよね。その場合性格特性はどうなるのでしょうか。結論から言うと、性格が二重で存在しているような状態になります。人間は様々な性格特性を切り替えながら生活しているんですね。例えばあなたも仕事場にいるとき、恋人と一緒にいるとき、親のいる実家に帰ったとき、小さな子供と接するとき、それぞれ性格が違うはずです。普段はちょっとだらけた性格をしていたとしても、仕事のシーンでは少しだけしっかりとする場合が多いんじゃないでしょうか。つまりその場合、誠実性はやや低めなのですが、仕事の間だけ少し高い誠実性を発揮することになります。基本になる性格と場面ごとに引き出される性質がそれぞれあるような感じですね。これをインナーパーソナリティと言います。私たちは性格のユニットを持っているようなもので、場面場面に合わせて様々な性格を切り替えながら生活しているんです。よく漫画やアニメなどに登場するツンデレはまさしく分かりやすい例。本当はデレの方の性格がメインなのですが、表面上ツンとしているわけです。放浪者も本来の性格は非常に優しいのですが、ツンツンしている時は自分はこういう性格であると定義して振る舞っているわけですね。スカラマ種時代もその延長です。心根は優しいはずなんですが、様々な経験や置かれた環境のせいで自分に対する性格の定義がスカラマ種の性格になっている感じ。なので性格を判断するときは置かれた状況や立場なども加味した上で、その瞬間瞬間の性格を見るといいでしょう。またいろいろな状況によって振れ幅があるので、その平均あたりが基本の性格みたいに考えると分かりやすいかと思います。例えば仕事中にいくらスイッチが切り替わるからといって真逆な性格まで変化することはほとんどありません。僕も非常に内向的な性格ですが、仕事スイッチが入っているときは外向性が高くなります。ただし根っからの陽キャみたいにはなれません。あくまでちょっとブーストされているだけですね。まとめ、いかがだったでしょうか。放浪者は物語を通して性格がかなり変化したキャラクターでしたよね。優しい性格をしていましたが、それゆえに強烈な裏切り体験によって攻撃性が高くなりました。またそういった性格に自己を定義することで、ある意味自分を守ってきたのだと思います。自分はひどい存在だから信用するに値しないし、周りもまた信用できない。そのように考えることで傷つくことを避けるための逃避行動の一環だったとも捉えられるのではないでしょうか。しかし彼の心根は優しい性分だったので、そのギャップにだんだん耐えられなくなり、計画の破綻とともに自分の存在を消したいとまで考えるようになりました。最終的に自分を認めてくれるナヒーダや旅人が現れたことで、本来の性格が徐々に出てくるような感じになっていましたね。
過去の立ち振る舞いが悪かったので突然歌舞伎者みたいにはなりにくい気恥ずかしさがあるものの、徐々に本来の優しい性格が出てきている感じがとても良いキャラクターだと思います。このように性格が変化したり一時的に別の性格に見えたりすることもあったりします。そういった場合にも論理的に観察すると面白い変化や一貫した部分に気づけたりするので面白いですよね。というわけで放浪者の理解を手助けできる動画になっていれば幸いです。この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また不定期に更新しているので通知のベルマークをオンにしていただけると見落としがないかと思います。それでは今回の情報もあなたが原神を楽しむための一助として参考まで。